にちは。今回は推しの子第30話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。逆ギレというか良くない方に吹っ切れやがった。あの吹っ切れ方ができるからこそ生き残れる。アイドルになる前の扱いひどかったの考えたら余裕でセーフ。深夜に規制を上げるアイドルをスクープ。深夜の公園で叫ぶのはアイドルの基本だからな。はめられたって言っても見合いもんから注意喚起された直後にこのざまだからフォローしにくいんよ。ようやくあの時のあかねちゃんと同じ立場になれてよかったね。あのままリタイアすればよかったのにとか一発退場ものな出現してたよな。重曹ちゃんが現在の B 小町の歌唱力を一人で支えてるのを完全に忘れ去られてる。実のところアイドルの歌唱力なんて求められてないんだわ。だからこその作中3人で明確に人気ないメンバーなんだ。そもそも重曹センターにするためだけに2人は歌下手設定にしたから、その後一度も拾われてない。重曹ちゃんだけ目線が特定の男性一人に向いてたことは重度のドロータなら感づいてたかもしれんね。アクア一人のためにアイドルになった時点で最初から客の方なんて向いてなかったからセーフ。もう年豆ムチョしか信用できない。アクアはアクアで自分とさえ噂にならなければ守りきれると思い込んでたあたり、自意識過剰の似た者同士では見合いだとは思う。芸能人でスマホがあるなら事務所的に位置情報は当然わかるよね。カバンごと道端に落としていったけどな。最後なんか拾われたみたいだけど誰だ。芸能人記者ってこの世に必要のない仕事だよな。結局は視聴者にも一定のゲスがいるから金になっちゃうんだよな。普通に女一人であんなおっさんに慣れ慣れしく深夜に話しかけられたら普通逃げるのでは。この話なんだったの？必要だった。まだ解決してない。あかねちゃん本当に女優なの？探偵を演じてるんだ。スピンオフ作れよ。女優探偵あかね。あかねはいろいろと知りすぎて来週殺されそう。重曹ちゃんメンタル強えな。ボッコボコに叩かれるだろうが頑張って。重曹ちゃん吹っ切れた。その方がらしいよね。引きずるのかと思ったらあっさり開き直ったな。どうでもいいことだけど、この重曹が追い詰められてる時の BGM いいな。アクアが現れて声をかけて完全復活とかじゃないのがいいね。あそこで勝手に立ち直らなければアクアに慰めてもらえたのに、不憫な子だわ。なんか一人で立ち直ってるけど、荷物、スマホが心配だよ。帽子と携帯はメムチョが拾ってくれるよ。重曹の恐怖と苦悩めちゃくちゃ刺さる。社会人ならこういう経験避けて通れないもんな。買収詐欺主婦上は草。さすがにかわいそう。なんで重曹あんなテンパったの？女優なんだからあんなアドリブで切り抜けられないの？やましい気持ちがあったから。アクアいなかったら寝てたし、完全な誤解ならアドリブ聞いただろうけど。賢かったら島間についていかんやろ。経歴の長さとプロ意識の高さから大人のように見えていたけど、経験したことがないことには普通の18歳の女の子なんだと思わせて、自分で立ち上がった有馬かなよ。まあウッターの子も悪いけどリスク承知でついてった重曹ちゃんも悪い。そして重曹ちゃん自身も自分が甘かったのは分かってるでしょ。でも週刊誌のやつらってマジキモいよな。あいつらあれで飯食ってるってま。お前がそのゴシップ情報に踊らされてウキウキしてるのがまさに週刊誌に求められている需要です。有馬かな。ルビーのおこぼれをもらっているだけだと自分の価値を低く見てたから週刊誌に取られるなんて思ってなかったんだろうな。でも B 小町のメンバーであることは変わらなかった。でも枕営業のイメージがついても役者ならやっていけるかもな。いろんな役者がいるからな。重曹ちゃんかわいそす。自業自得のくせにファンのこと好きじゃないとかなら、なんでアイドルやってるんだろうな有馬さんって。そらアクアでしょ。今回メムチョが言ってたように。しかし開き直りといえどあの有馬かなのたくましさは見事だと思うわ。原作知らんがこのエピソードが有馬の人気を不動のものにしたのか。
ここでアクアから卒業して真剣にアイドルや女優周りの人のことをちゃんと考えられればよかったんだけどね。重曹かわいそうみたいな様子アニオリで細かく入れてたけど、最後茜出てきて、いや茜のが何倍も理不尽でかわいそうな目に遭ってたやんってなったわ。30万人のファンを失ったミミちゃんの方がもっとかわいそう。確かに茜はもう少しで自殺するとこだったからな。本当にアイドルとか声優って裏で彼氏作ってんの？仕事する人間として三流すぎるだろ。まあフィクションなんだろうけど。実例が何人も。彼氏いないわけないと思ってる。ファンって好きなアイドルに恋人いたりスキャンダルあったらショックだけど、年齢詐称もショック受けるのかな。毒持ったらあかんやろ。重曹ちゃんをビーコ町に誘っておいて突き放すのも無責任じゃないのか。それだよ、それメムチョよく言った。メムチョマジ両親。よくわかんないけど、角生えてる子が良い子なのはわかった。だいぶアニオリ入れてきたな。アニメ勢だから今回のアニオリが何かわからない。フードの男が現れたところだけ。アクアが重曹を探して夜の街走るところとかもアニオリ。そうなんだ。原作ではアクアが有馬かなのところにいきなり現れる感じ。そう、重曹が私のままで生きていくと宣言してる後ろで、急にアクアが出てきて一人語りしてるだけ。メムに居場所を教えてるシーンとかもない。サンクス。よりアクアがカナのことを気遣ってる感じがするね。これでスキャンダル編終わり。勝手に一人で立ち直って終わり。終わりじゃない。原作で燃えた部分をアニオリ展開で廃してる感じだし、今さら組み込むかな。原作だと重曹が色々と暴れるのはこれからよ。島間編は序章にしか過ぎない。面白かった。茜自分で探偵向いてるかもって。茜マジでヤバくない？知らないヌーブ、歩道橋やらないじゃん。アクアが GPS 見てたから歩道橋あるやろ。一応顔隠してたからまだアクア確定ではないけどな。これでアクアじゃなくて神来て先だったら大笑いするわ。来週は茜歩道橋キャッチ希望者でそれが賑やかになりそう。歩道橋落下をどう描写するか気になるから早く見たい。来週は一気に動くな。来週は茜、アクア闇落ちまでは確定かな。スキャンダル編は今回で終わりにして、周囲の重曹用語とかのツッコミどころ満載なシーンはバッサリカットしながら、一気に復讐再開の流れに行くかもな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。